皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアシスタントをしています。アリスです。本日はステーブルディフュージョンの WebUI のインストール方法についての動画になります。以前にもインストール方法の動画をアップしているのですが、1ヶ月経ってバージョンも新しくなりましたので、以前の方法で本当にできるかどうかを検証したいと思います。今回この動画のために Python も Git も全てアンインストールした状態でスタートしますので、やっていきながら気づいたことをシェアしていければなと思います。これから初めてインストールする人にも分かりやすいように解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この動画は、やや初心者でも分かりやすいようにゆっくり話していますので、遅いと思われる方は、再生速度を速くしてください。まずご自身のパソコンの環境を確認しましょう。Windows マークと R キーを同時に押してください。そうするとこのようにファイル名を指定して実行というものが出ますので、そこの名前のところにこのように DXDIAG と書いて OK を押してください。そうすると少し時間がかかった後に DirectX 診断ツールというのが起動します。この中にシステム、ディスプレイ1、場合によってはディスプレイ2という項目があります。このディスプレイのどちらかに NVIDIA 製の GPU が入っているかどうかを確認してください。私の場合はディスプレイ1にインテル製のグラフィックスが入っています。そしてディスプレイ2の方に NVIDIA 製の GeForce RTX 3060ラップトップが入っています。そして見ていただきたいのは、この表示メモリー。VRAM というところですけれども、今6023となっていますので、この GPU は約 6GB ということになります。この VRAM メモリーが最低でも 4GB、4000MB 欲しいところです。NVIDIA 製の GPU 以外でも、ステーブルディフュージョンの WebUI ローカル環境が使えるということですけれども、私にはその経験もないですし、世の中の情報が非常に少ないですので、できれば NVIDIA 製の GPU を使うというのがいいと思います。それでは次に Windows 11、そして NVIDIA 製の GPU が入っているという前提で話を進めていきます。この WebUI の名前は Automatic 11というんですけれども、GitHub に Automatic 11の Web ページがあります。説明欄に URL を載せておきますね。そしてそれを下の方に進んでいくと、ずっと下の方に行くんですけれども、インストール&ランニングというところがあります。そして、インストール on Windows 10、11 with NVIDIA GPU Using Release Package というのがあって、これはパッケージをダウンロードしてオートマティックにいろいろ入れてくれるというやつなんですけれども、ちょっと失敗した場合に途中で修正がしにくいので、今回は従来の方法である、順を追って自分でやっていく方法を見ていきます。Linux の方とか、その他の GPU を使われている方の情報もあるんですけれども、それに関してはこの動画では扱いません。インストールの方法ですけれども、ステップは3つです。1つ目は Python をインストールする。Python は 3.10.6 が指定されています。そして Git をインストールする。そして Git から Automatic 11の WebUI をクローンする。ダウンロードする。そして WebUI のバッチファイルを起動するということになります。ではステップ1の Python のインストールから始めましょう。このページのこの Python の 3.10.6 というのを押すと、Python の 3.10.6 のページに飛ぶことができます。このようなページが出てくると思いますので、このページからダウンロードできます。もしくは Python のホームページ、Python.org というサイトですけれども、このホームページのダウンローズからオールリリースをクリックしていただいて、下に行っていただくと、今までのバージョンがあります。そして Looking for Specific Release というところの窓をずっと下に行くと、Python 3.10.6 というのがありますので、ここをクリックしていただくと、先ほどと同じページに飛びます。このページに入ったら下の方にずっと進んでいただいて、このファイル図の一番下のところですけれども、Windows インストーラー64ビットというのをクリックしましょう。ダウンロードされたファイルを開くとこのようなページが出てきます。そしてこの @python 3.12 パスというところにチェックを入れてください。
そして Install Now を押してください。そうするとインストールが始まります。インストールに成功すると、セットアップ was successful と出ますので、クローズで閉じてください。インストールには約1分かかりました。ここで Python のパスが通っているか確認しましょう。Windows マークを押していただいて設定を開いてください。設定の検索のところで、環境と打ってください。そうすると環境変数を編集というのが出てきますので、そこをクリックしてください。ユーザーの環境変数というところにパスというところがありますので、そのパスをクリックして編集をクリックしてください。そうすると一番上のところに Python310 スクリプト、そしてその下に Python310 というのが入っていますので、パスが通っていることがわかります。パスが通るとこのように2つのスクリプトというのと何もないのの2つが入っていると思いますので、これが入っていれば OK です。もしこの時以前に違うバージョンの Python が入っていた場合、その Python がデフォルトとして設定されている場合があります。一番わかりやすいのは、その Python をアンインストールして、そして新たに今回の Python をインストールしてパスを通すというのがわかりやすい方法です。万が一両方ともパスを使いたい、2つのバージョンの Python を使いたい場合は、今の環境変数のページの上側に Python310 を持ってきていただくと、こちらの 3.10 の Python が先に認識されるということになりますので、これの順番を変えてください。順番を変える方法はこの上へとか下へで変えることができますので、今回違うバージョンの Python が下に来るようにしておいていただければパスが通ると思います。それでは Python のインストールが終わりましたので、ナンバー2のインストール Git を行います。そして、このホームページから Git のボタンを押すと、Git のダウンロードが始まるのですが、実は少し古いバージョンになっています。少し古いバージョンですので、最新のバージョンをダウンロードするために Git のホームページからダウンロードをしましょう。Git のホームページですけれども、git.scm.com というところで、Git のホームページに入れます。説明欄に URL を載せます。Git の少し下のところに行くとダウンロードという場所がありますので、ここをクリックしてください。そしてダウンロードのところに Windows のマークがありますので、Windows のマークをクリックしてください。そうするとこのページに飛びますので、64bit Git for Windows Setup を押してください。そうするとファイルのダウンロードが始まります。ダウンロードされたらそのファイルを開いていただくと、警告文が出ますが、はいを選んでください。そうするとこのようなインストーラーが起動します。いろいろ書いてありますけれども、NEXT を押してください。そしてフォルダーを選ぶんですけれども、プログラムファイルというところに入ります。普通は変えなくて良いと思います。NEXT を押します。そして NEXT を押します。これは何も考えずに NEXT を押していきましょう。そうすると最後にインストールボタンになりますので、インストールを押してください。このインストールには約1分かかりました。そしてインストールが終わったらフィニッシュを押してください。そしてステップ3に行きますけれども、この Git から Automatic 1111をクローン、ダウンロードするんですけれども、ここであるフォルダーから開くことにします。まずどこかお好きなところに一つフォルダーを作ります。今回私は C ドライブ直下に一つ新しいフォルダーを作ります。Stable Diffusion 202306にします。この時に半角英数字のみの名前を使用してください。そしてそのフォルダーを開いてください。当然、中には何も入っていませんけれども、ここに先ほどの Git のプログラムを貼り付けていくことになります。このディレクトリが書いてあるところをクリックして、CMD と入力してください。そうするとそのフォルダーからコマンドプロンプトが開きます。そしてここに先ほどの Git の文字を貼り付けていくことになります。Automatic 1111のウェブページに戻って、この Git から Git までのところをコピーして、Ctrl+C でコピーして、先ほどのコマンドプロンプトに貼り付けます。
そしてエンター。そうするとクローニング into Stable Diffusion WebUI ということで、クローンが始まります。このクローンは数秒で終わります。そしてコマンドプロンプトを閉じると、先ほどのフォルダーの中に Stable Diffusion WebUI というのが入っているのがわかります。先ほどの説明ではこの中のバッチファイルを開けば OK ということになりますけれども、このファイルを開いてみましょう。ここはかなりコメントがあったところなんですけれども、ここでバッチファイルを開くんですけれども、Web ユーザーバッジというものを開いてくださいということをお伝えしたのですが、初期状態ではこのバッジという拡張子が表示されていません。こちらにはバッジファイルって書いてあるんですけれども、今後ステーブルディフュージョンを使うときにこの拡張子が表示されていた方が便利ですので、その設定をしていきます。Windows マークを押していただいて、歯車の設定ボタンを押してください。そして設定の検索のところに拡張子と入力していただくと、エクスプローラーにファイルの拡張子を表示するというところが出てきますので、それをクリックしてください。そうするとこのエクスプローラーのところが開いていて、一番上にファイルの拡張子を表示するというのがありますので、これをオンにしておいてください。これで閉じていただいて結構です。そうすると先ほどの WebUI ユーザーの後にバッジというのが入っています。さて公式では、もうここでこのバッジファイルをダブルクリックすると、Stable Diffusion WebUI がインストールが始まって起動できるということですので、一度このままやってみましょう。そうするとインストールが始まります。このインストールには非常にたくさんの時間がかかりますので少し待つことになります。インストールが始まりました。まずトーチというのを集めています。このPyTorch というのがこの画像生成に非常に重要になるものですけれども、PyTorch の 2.01 というのを今集めているということです。どんどんインストールが進んでいますけれども、今はバージョン 1.3.2 というのが使われていますね。どんどんインストールが進んでいます。ちょっと上に行くんですけれども、ここに Python 3.10.0 というのが出ない場合は、Python のインストールがうまくいってないということになります。今いろいろなファイルを勝手に集めてくれています。今、6分くらい経過しました。途中でこのように画面が止まるので、止まっているのではないかというふうに思うんですけれども、おそらく続いていますのでこのままちょっと待ってみます。進みました。やっぱり進んでいますね。気長に待ちましょう。以前 Xformers をインストールしなければダメなような感じだったんですけれども、今 Xformers という文字が出てきました。あえて今回は Xformers を PC からアンインストールしてからインストールを行っています。以前のインストールの時は Xformers をパソコンに別途インストールしなければ Xformers を使用しないで Stable Diffusion が起動するという時代が一番最初にあり、その後5月初めにインストールした時は Xformers がないと起動すらできないという状態になっていましたが、今はどのように変わっているのでしょうか。途中でノンモジュール Xformers Proceeding Without It と出ましたので、やはり Xformers がないという前提で始まりました。ここまで14分経過しましたが、まだダウンロードが続いています。以前はなかったのですが、最近のステーブルディフュージョンは最初にモデルを入れなくても、このエマオンリーというモデルが一つ最初から入っているようになっています。このモデルは使ったことがほとんどなくてどんなものかわからないのですが、すぐ使えるようにモデルが一つ入るようになっています。ずっと待っていましたが、このピコピコが出ていますが、ここに URL がすでに出ていますので、これでいけるかもしれませんので一度起動してみましょう。コマンドプロンプトだとコントロールを押しながらクリックで開くかもしれません。開きました。Xformers を入れなくても開きましたので、そしてもともとモデルが入っていますので、ここにワンガールで画像を作ってみましょう。インストールにかかった時間は25分ぐらいでした。ではちょっと怖い画像ができるかもしれないですけど、怖い画像ができるかな？テストです。動きました。はい。
怖い画像ができました。けど画像ができましたので、これで使えるということになります。おそらくこの手順で使えるのかなと思いますので、2回目の起動をちょっとやってみます。一度このタブを閉じてコマンドプロンプトを閉じますね。そして先ほどのフォルダーに行って、Stable Diffusion WebUI バッチファイルをダブルクリックします。バージョン 1.32 のコミットハッシュはこの値で、インストールの準備をしています。Xformers がないのでそれを使わずに言っていますという言葉が出ましたが、URL が出たのでいけると思います。まだもうちょっと何かやってますね。この辺りが終わって、これで OK ですので、コントロールを押しながらクリックをすると開きますね。今はこの方法でいけるということですね。ではここから Xformers などを入れて、動きを良くする方法も追加でやっていきます。一度閉じます。コマンドプロンプトも一度閉じます。Xformers があると画像生成が早くなりますので、ぜひ Xformers を入れる必要があります。やはり自分でインストールしないとダメだと思いますが、一度バッチファイルから呼び出してみましょう。右クリックしてその他のオプションを選んでください。そして編集を選んでください。そうするとテキストファイルが開きます。テキストファイルがこのように開きます。このコマンドライン args というのがあるので、ここにいろんなコマンドを入れることができるんですけれども、Xformers を呼び出すコマンドを入れておきます。-Xformers と入れてください。そうすると Xformers を使って起動してくれます。この場合は保存をして閉じてください。そして起動してみます。Xformers をインストールしてくれましたね。今自動で Xformers をインストールしてくれましたので、これでいけますね。with Xformers になりましたので、コマンドラインに入れていただければ、今は Xformers をインストールしてくれるみたいです。以前はこれがなかったのですけれども、今のバージョンではもう Xformers を自分でインストールする必要がなくなっています。これで開きましたので、またコントロールプラス URL クリックで開いてみましょう。いいですかね。ちゃんと起動してくれました。このように起動して使うことができていると思います。今度は Xformers を入れただけで何もしてないですけど、可愛い女の子が生成されましたね。たまたまでしょうかね。そこで一度コマンドプロンプトを閉じていきます。それと最後にバッチファイルに記載しておくといいものを紹介しておきます。またその他のオプションから編集を選んでください。ここに付け足すことができます。スペースを入れて--で一つはですね、Xformers の他に NVIDIA 製の GPU であれば起動を早くする可能性のあるものとして、OPT、SDP、アテンションというのがあります。そして起動を勝手にしてくれるためのオートローンチ。これ−−を入れてください。−−のオートローンチというのを入れます。そして GPU が 12GB ない人に関しては、MedVRAM ですね。というのを入れていただくと、画像生成が早くなる。私 6GB ですので、MedVRAM というのを入れます。そしてあと最後追加で、オートローンチの O が抜けてますね。オートローンチ。そして最後は WebUI 画面が白がいいか黒がいいかなんですけれども、私は黒が好きですので、テーマブラックでいこうかと思います。そうすると黒画面が勝手に立ち上がって、この MedVRAM と OPTSDP アテンションと Xformers で画像生成が早くなるのではないかと思いますので、これで一度言ってみます。変えたら保存をして消してください。そしてバッチファイルをダブルクリックします。起動しました。バージョンが 1.3.2 でいろいろこれだけやりますよ。ということでアーギュメントが入ってきました。はい。ブラックじゃなくて白が起動しましたので、ちょっと記載が間違っていましたね。ちょっとやり直してみます。失礼しました。ブラックじゃなくてダークでしたね。ダークを入れます。そして保存をして終了します。そして今度こそ起動するのではないでしょうか。これで自動で黒い画面が入ってきました。ワンガールで画像を生成してみますけども、
今度はデッサンですかね。怖い画像が来ましたけれども、このようにインストールして画像を生成することができます。あとはモデルをですね、追加したりすることで、あとはこのプロンプトと言いますけれども、ここに文字を追加して、あとネガティブプロンプトということでいらないものを追加したり、あとこのあたりの設定をいじったりすると素晴らしい画像が生成できますので、それに関しては私のチュートリアル動画をいろいろと見ていただくとすぐに上達すると思います。それでは本日は最新のインストールを実践してみて、ちゃんと動くかどうかというのを確認しました。けれども意外とすんなりとインストールできるようになっているみたいですので、ぜひ皆様 NVIDIA 製の GPU が入っているパソコンを購入して、ステーブルディフュージョンを触ってみてください。とても楽しいですし、今後どんどん伸びていく分野だと思いますので、いろいろな仕事にとって必要な技術になってくると思います。ぜひステーブルディフュージョン仲間を増やしたいと思っていますので、皆さんやってみてください。それでは今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。またうまくいかなかったり、何かあればコメントで教えてください。それではさようなら。